皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、なんと新じゃがだけでお腹も満たせてご飯がガンガン進んじゃうホクホク新じゃがステーキの作り方を紹介させていただきます。マジでこれがね、美味しすぎて箸の止まらない絶品。ご飯が進むのはもちろんおつまみとしても優秀ですし、何より今回覚えてほしいのがこれから紹介するステーキソース。もう家にある調味料ちゃちゃっと混ぜてさっとレンチンするだけで作れて、これ覚えとくとね、肉や魚とかにも使えて便利なんでマジでおすすめ。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら新じゃが2個、そしてこの調味料で美味しいソースを作ります。濃い口醤油大さじ1、みりんも大さじ1、チューブのもので構いません。おろしニンニクとおろし生姜約小さじ1、バター 20g、そして塩コショウ少々。材料は以上です。まずは新じゃが、このね、切った時の断面が大きくなるような方向で、そうですね、5ミリぐらい。はい、こんな感じで輪切りにしてください。分厚すぎると火が通りにくくなるので気をつけてください。そしたらこれね、もうすぐに水につけて5分ほど置いてアク抜きします。あとね、皮に傷がついてるとこや芽があったら取り除いておいてください。もうこれ大体で OK。こんな感じで5ミリぐらいの輪切り。よいしょ。はい、あとね、5分ほど水にさらしてアク抜きしてください。はい、アク抜きした新じゃが、キッチンペーパーなどで表面の水分をしっかり拭き取ってください。はい、こんな感じですね。これで新じゃがの準備完了。次はフライパンに薄く油をなじませ、弱火で加熱して全体的にしっかり温めてください。はい、全体的に弱火で温めたら切り分けておいたじゃがいも、フライパンにピタッとひっつけるような感じで並べて入れていってください。よいしょっと。入るんですかね。ギリギリやったな。よし、OK。はい、こんな感じで新じゃがをフライパンにピタッと押し当てながら入れる。そして、ほんと香ばしい焼き色をつけたいので、火力弱火のままで OK。蓋をしてください。じゃがいもなかなか火が通らないので、弱火でじっくり約3分蒸し焼きにしながら、香ばしい焼き色をつけつつ、ホクッと火を通していきます。はい、そしたらじゃがいもを焼いてる間に美味しいタレを用意しましょう。適当なね、耐熱ボウルなどを用意して、先ほど用意した調味料、お醤油、みりん、はい、おろし生姜とおろしニンニク。そして軽く塩コショウ。塩コショウ強すぎるとね、辛くなるんで気をつけてください。私はコショウ好きなんでもういっぱいいっとこう。そしたらこれを軽く混ぜて、はい、ニンニク、生姜、全体になじましてください。いい感じにね、溶かし込んだら、ここにバターを入れる。はい、この状態でラップも何もいりません。電子レンジで1分加熱して全体的に一体化させちゃいます。はいよー、今レンチンしてきました。そしたら再びね、しっかり混ぜ合わせてバターを溶かし込んどいてください。このソースがガチで美味しいんで仕上げに使いますんでね。はい、これで OK。レンチンすることでアルコールも飛ぶんで、このソースマジ覚えといて。肉や魚何でも濃いっす。はいよ、今ね、3分ほど蒸し焼きにしました。そしたら、じゃがいも、裏表を返してください。もうちょっと香ばしく焼けてもよかったかな。まあいいでしょう。焼き色は後からでもつけれますんで、とりあえずじゃがいも、裏表を返す。よし。ほんとじゃがいもね、焼きながら火を通すの結構時間かかるんで、蒸し焼きにしてください。そうすると意外と早く火が通ります。はい、再び蓋をして、約3分蒸し焼きにしてください。はいよ、再び3分蒸し焼きにしました。そしたらね、もう一回ひっくり返してください。見てみて、これぐらい香ばしい焼き色がついとくと、食べた時にね、ホックホク感も味わえ、
なんとも言えない食欲を刺激する風味がついてくるんで、これぐらい焼き焦がしてください。そしてここで、串や爪楊枝を刺してみて、ススッとね、入るぐらいいい感じにほっくり火が通ってたら OK。ここで少し硬そうなら、もう1、2分様子を見ながら蒸し焼きにしてください。はい、そしたら、いい感じに火が通ってたら、一旦火を消してください。これフライパン熱々になってるんでね、ここにソースを入れちゃうと一気に煮詰まって焦げるので、火を消す。そして先ほど用意しておいたこの美味しいバター醤油ソースを回し入れる。はい、フライパンを振りながら表面にソースを絡めてください。もうほぼね、余熱だけで OK です。しっかりね、絡ませないと美味しくないんでね、じゃがいもの表面にタレを絡めてください。はい、こんな感じ。このね、余熱を利用しながら表面に絡めて、ソースの沸騰が落ち着いてくるまでしっかり絡める。あ、見て、むちゃくちゃ美味しそう。この軽く焼け焦げたステーキソースが激うまいからね。はい、オッケー。じゃあ盛り付けて食べちゃおう。ソースが絡めば完成で。はいよ、完成しました。マジで新じゃがホックホクで超簡単に作れるこのソースが絶品の新じゃがステーキ。もう新じゃがだけでご飯も進むし、おつまみにも抜群で満足できる一品なんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは、今日もポーいただきます。うまっ。新じゃがホックホクで、今回紹介したこのステーキソースがちょっと濃いめなんで、ちょうど新じゃがのね、このホクホク感と相まって最高にうまい。うまっ。軽く表面をね、焼き焦がしておくことで、なんとも言えない食欲を刺激してくる風味が漂い、これなんぼでもいける。箸止まらんわ。ほんと新じゃが2個でね、お腹もたまるし、満足できる新じゃがステーキ。マジ作ってみて。このソースがね、ちょっと濃いめでうますぎるんで、ガチでご飯進むやつ。いや、これはね、マジでこのソースを覚えておいてください。今回はね、じゃがいも焼いて使いましたけど、もちろん肉や魚焼いて絡めるだけでもむちゃくちゃ美味しいですからね。チンして混ぜるだけで作れるし、超おすすめ。ということでね、早速、こいつを魚に一杯いっちゃいますか。はい、ということで今日もいっちゃおう。乾杯。うまっ。このバター醤油ベースのソースやからビールにむちゃくちゃ合う。しかも今回ね、胡椒効かしといたんで、たまらん。今回のポイントとしましては、じゃがいもそのまま焼いて火を通すのは意外と時間かかって難しいですけど、今回のようにね、だいたい5ミリぐらいの厚さでスライスして蒸し焼きにしながら軽く焼き色をつけながら火を通すと意外と早く火が通ります。ほんとね、全体で7、8分もあったら火が通っちゃいますんで、蒸し焼きにしてください。マジ新じゃがホックホクで、このバター醤油が最高。めっちゃビールに合う。やっぱ春はね、新じゃがの美味しい季節ですし、皮も柔らかくて風味がよく、栄養もたくさん取れるんで、新じゃが食べちゃいましょう。うまっ。じゃがいもだけでこんな満足できてええんかな。これやったらコスパもよくね、ご飯も進んで満足できる、めちゃくちゃ美味しい新じゃがステーキなんで、ぜひ一回作ってみて。うますぎ。